はい、皆さんこんにちは、ゆめです。今日はなんと私の大好物を買ってきました。ここに生牡蠣、見て、生牡蠣。私生牡蠣が一番大好きなんですよ。本当に一番好きな食べ物で、私が働いてるレストランで売ってるんですけど、実は昨日も買ったんですけど、いつも売ってるんですけど、いつも売ってるのって本当にちっちゃくて、もう本当にチュルって感じでもう一瞬で終わっちゃうんですけど、なんか今回のはすっごく大きくて、なので買いました。昨日も6個買ったんですけど、今日ね、昨日6個で今日も6個だとちょっと多いかなと思って、食べ過ぎ良くないかなと思って今日は3個にしました。で、今日3個食べます。今日はということで、牡蠣を食べながら、オーストラリアについて語ろうかなと思います。では早速いただきたいと思います。まずは何もつけずに、見て、多分日本だったらそんな別に普通じゃんって思うと思うんですけど、あんまね、この大きさ本当にね見ないんですよ、オーストラリアで。多分あるのかな、どっかに。でももうそう、私が働いてるレストランではいつもちっちゃくても半分、いやこの身の部分で考えたらもう3分の1ぐらいだったら、まあつべこべ言わずに食べましょう。何もつけずに食べたいと思います。いただきます。最高、おいしい。やっぱ6個買ってもよかったかも。6個で16ドル、1600円ですね。16ドルで、お客さんには6個単位、ハーフダズンで6個でワンダズン12個っていう単位で売ってるんですけど、大きいし、昨日も6個買ったから3個でも買わせてもらえないかって言って、オーナーに交渉したところ3個でもいいよって言われたので3個今日買って、半額の8ドルでした。ちょっとそのままもうレモンも持ってきたので、レモンもかけて、やっぱもうレモンだけで十分ですよね。あ、最高すぎる。昨日も本当に幸せだった。もう本当に好きすぎる牡蠣。1個目いきまーす。2個目いきまーす。おー、見て、いただきまーす。最高。おいしい。幸せ。
最高で、オーストラリアに来る直前にもうオーストラリアではもう生牡蠣食べれないもんだと勝手に思ってて、でそう日本で食べ試してきたんですよ。牡蠣小屋にすごい通って、そのオーストラリアに来る直前、それぐらい好きなんですけど、来てみたら意外とオーストラリアでも買えて、そうもう今のレストランで働き始めてから多分私ほぼ毎週買ってますね、生牡蠣でも毎週買ってるんだけど、このサイズの牡蠣は本当に見たことなくて、もう本当にこの牡蠣が置いてあるのを見た時に「何これ!」って言って「でっかい!」って言って、オーナーとかね、いろんな人一緒に働いてる人たちに言って「もう絶対買う!」とか言ってで買いました。最後ちょっと本当に使えばよかったかな、やっぱりだってこのサイズで6個で16ドルって結構安くないですか。1600円。あ、最後の一個いきます。いただきます。口の中に残った最後の味さえも楽しんでますやばー、本当に美味しい。もう6つ買ってもよかった。まあでもね、もうちょっと食べたいなぐらいで止めとくのがいいですよねあー、ごちそうさまでした。ということでオーストラリアについて喋っていこうと思います。さて、大好きな牡蠣を食べ終わったところで、オーストラリアについて話していこうと思うんですけど、そう話したいこといっぱいあるんですよかれこれもう私5年以上明白なね年数はちょっと伏せておきますけど、5年以上住んでて、もう気づいたら5年以上経ってて、そうまあでもそれだけ好きってことですよね、多分好きじゃなきゃこんなに多分いないから。オーストラリアについて喋りたいことをちょっとメモってきたので、それを見ながらちょっと喋ろうかなと思います。そうで、食べながら喋ろうと思ったんだけど、食べながらだとこう牡蠣の味を存分に最大限にこう味わえないじゃないですか、楽しめないから、やっぱ食べてから喋ろうと思いますそうそんで、そう今日祝日なんですけど、実は撮ってる日がお給料が時給が2倍なんですよ。で最低賃金が確かクイーンズランド州は 24.1 ドル、最低賃金が2410円、オーストラリアドルとオーストラリア1ドル、オーストラリアドル1ドルが100円ぐらいなので、まあ、それぐらいの換算になるんですけど、時給2400円で、今日はだから最低賃金が2400円だからそうダブル、そう2倍ありがたいですよね。いや日本もねそうなってほしいですよね。で
やっぱこう祝日はお休みだからその分働いてる人には歓迎しましょうって多分いうことなんだと思うんですけど、で土曜日は 1.2 倍で日曜日も 1.5 倍、素晴らしい、ありがたいですね。でもう私みたいにこう留学生として来てる身なので、別になんだろう、月から金を働いてとか全然土日とかそんな関係ないので全然嬉しいですね。同じ時間働いても土日だったらいっぱいもらえるのでありがたい。そうで、そんな時給の話もありで、そう時差はなんか時差ってどれぐらいなんですかとか結構聞かれることがあるんですけど、日本と比べると全然ほぼなくて、日本より1時間未来を行っているっていうかっこいい言い方をするんですけどそう1時間先に進んでます。で私が住んでるところはクイーンズランド州なので、日本と1時間しか差がないんですけど、多分オーストラリアの中でも時差があって、別のところに行くともうちょっとあるのかもしれないんですけどそうほぼないです。で季節は逆にというか季節は真逆になります。今1月で日本は真冬なんですけど、こっちはもう見ての通り真夏、もうめちゃくちゃ暑いです。今もこのエアコンをね入れてるのでちょっとうるさいと思うんですけど、すみませんもうエアコンがないと暑くてこの部屋はちょっと入れないですね。そう今日何度なんだろう、31度ぐらいかな、天気予報で見て。でも今週も36度とかになった日があって本当に暑くて、でも東京もそれぐらい暑いですかねただ季節は真逆だよっていう感じです。あとはそう今私が住んでるのが、これはシェアハウスで、そう今住んでるところ結構すごい古くて古いんですけど、私が重要視したのはもう本当に職場から近い、働いてくれるところに近いのと、あともう踊れること踊れることが一番踊れるスペースがあること。結構ね、オーストラリアって大きいから、東京と比べると多分部屋を大きいのかな。でもシェアハウスのベッドルームだとそんなに結構ナイキ行ってもあんまり踊れるぐらいの余裕のあるスペースがある部屋ってなかなか見つけられなくて、そうだから今のお部屋は結構まだその踊れる振りを考えたりとか、その踊ってみた動画を撮れるスペースがあるのでありがたいです。あと一緒に住んでる人も毎日踊るけどいいですかってこう言った時に全然いいよって言ってくれる人たちだったので、それがありがたいですねそうでもうね、いろんなとこに住んできたから、シェアハウス本当もうね、私オーストラリアに来てからもう確実に20回は引っ越ししてますね。もうだから旅人ですそうだから今でも一番物が多いです。そうだからなんか今いろんなね衣装をちょっと買い込みすぎちゃって物が多くて、これ次引っ越しする時何個スーツケースいるんだろうみたいなレベルで、ちょっと今ね荷物が一番多くてちょっと動きづらいですけどそうだからあんまり荷物が多いのがあんまり好きじゃないんですけど、でもいろんなねお洋服着たいから買っちゃうんですけど、そうでも
楽しんでもらえてますよね、皆さんもね。で、何の仕事、どんな仕事、今はレストランで働いてて、キッチンで作っています。プレップって準備をしたりとか、下ごしらえしたりとか、そうですね、朝ごはんブレックファースト作ったりとか、そういうことをしてます。でも今までいろんなことしてきたんですけど、ファームにも行ったし、オーストラリアで働きに来る日本人がやる仕事の中で一番多いんじゃないかと思うんですけど、ファームって言って農場で働くんですけど、私がやったのはイチゴとラズベリーをピッキングするっていう、なんか一番楽しく聞こえそうな感じですよ。本当に大変で、もう特にイチゴなんてこう地面に生えてるじゃないですか。だからもう本当にずっと腰を曲げてなくちゃいけなくて、でそのトロリーを引いてこうピッキングしながらこう引いていくんですけど、腰はもちろん痛いし、トロリーは重いし、地面は凸凹で、その通ったイチゴをぶちまけて、もう全部それがお金だから、時給じゃないんですよ、そのイチゴのピッキングはね。だから取った分だけのお金がもらえるんですよね。だからそうバーってぶちまけたらもうなしもう土まみれで売り物にならないから、もうその日はもうお金が発生しないとか、もう本当にね、何回私も多分2、3回ぶちまけてて、まああれは本当に辛かったですでも食べれる、もう取れたてのいちごがね食べ放題だから、それはすごい楽しいんですけど、ラズベリーはね、ラズベリーの方がもう重くないっていうか、そのトロリーを引かなくてもいいから、そう体的には楽だったかな。でもいちごの方が美味しいからそう、いちご毎日いちご食べてますね、フレッシュで。早起きでも太陽とともに寝て、太陽とともに起きて、太陽が沈んだら寝るみたいな、もう7時半とかに寝てたし、なんかあの生活もすごいいいですよね。健康的で楽しかったですね。あとはダンスの先生、ちっちゃい子にダンスを教えるお仕事もしたし、あとはカフェでも働いたし、あとは韓国人が経営してる回転寿司のお店でも働いたし、その時は残った最後にね、売れ残ったお寿司を持って帰っていいよって言われてたから、本当に流れてくる最後のお寿司を全部持ち帰るみたいな、あれも楽しかったな、幸せでしたね。シフトに入るたびにお寿司が食べれたから、まあもう全部いい経験ですね。本当に楽しいです、いろんなことができてそんな感じですかね。まあ、もしなんかこんな話聞きたいよっていうことがあればまたコメントください。またね、なんか食べながらの動画なんか欲しい、食べながらの動画見たいっていうコメントもいただいたんですけど、食べながらがやっぱりなんかできるかな。ちょっとまたやってみたいと思います楽しんでいただけたでしょうか。そんな感じで、では次の動画でお会いしましょうめっちゃ噛んでるバイバーイ。